んな失敗も成長への道、ライジングスターズゼミ。いやー、Amazon スポンサー広告の運用を学びたいからね、ちょっと来たんやけども、この学生服も着せられて、ここのゼミ大丈夫かねこれ。あ、なんや始まんのか。それはないで。あ、楽しそう。おかしいやん。同僚違う、そういうことちゃうやんお前な。同僚の人。ちゃうねんって。違う、やめろお前。そんなん言ったらおかしいがお前。やめろ先生同士仲いいんや。はい、こんにちは。怖っ。オンとオフ激しい。オンとオフ激しいね。静かになるまで時間かかりませんでしたよ。じゃあ言わんといてください。ほな言わんといてください。そしたらライジングスターズゼミ。あ、怖っ。始まりました。何ですか。今回はい担任をさせていただきます。はい。亜生です。亜生さんよろしくお願いします。お願いします。担任さん、はい。雷神さんに似てはりません？僕ね、以前雷神さんって人にはいお会いしたことあって、雷神さん。その方にすごいそっくりなんですよ。もう一人のやつか。俺のもう一人のやつ。夜の姿。え、俺の夜の姿。いや昼間は。あったん昼なんですよ、雷神さんと。ライジングスターズゼミ。いやー、それにしても Amazon スポンサー広告の運用、本当に未知の挑戦やで。下手ですね。こういう導入部分下手ですね。なんかほんま分からんことだらけ。そう確かにね。そうですよ。失敗も苦労もたくさんあるんですよこれ。ああ、それをね、そんな悩める Amazon 販売事業者の皆さんのためにですね、Amazon で絶賛成長中の特別講師を今回招いて、特別講師。はい、はそのブランドの過去の、ね、失敗とか、うんどうやって成功したのかなっていうのをちょっと学んでいこうかなっていうのがこのありがとうございますライジングスターズゼミまだまだ学びたいんです。ということでですね、今回の特別講師はこの方々に来ていただいております。どうぞ。あらら、よろしくお願いします。怖い、なんかシャキッとしますね。先生しっかり。早弁しないでね、早弁。誰見えてんの。僕たちには僕たちには見えてるんですか。怖いゼミや。うわ、真ん中のやつの目怖っ、ギンギンや。離れた方がいいですよ、この人から。特別講師の皆さん。いいんですよ、そんなんは。そうですか。ちょっと自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、どなたですか。和平フレーズ EC 企画課の伊藤剛と言います。伊藤さんよろしくお願いします。和平フレーズ EC 企画課梨本と申します。梨本さん、伊藤さんと梨本さん。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、いきなりですが、昴生君。はい。我々和平フレーズのことを知ってくれていますか。いやでもほんまにごめんなさい。和平フレーズはちょっと初めてで、ごめんなさい。勉強。知らない。すいません。あ合わせるなら合わせてください。何がですか。二人だけがって言って梨本さんがそれ見てってなってましたからね。まあそんなもう昴生君のためにですね、ちょっと和平フレーズについてちょっとこちらにまとめておりますので、こちらです。どうぞ。ダン。和平フレーズさんはですね、新潟県燕市を拠点にする家庭用キッチン用品メーカーさんでございまして、はい、創業は1951年になっておりまして、すごい、もう70年以上。はい、そして2005年頃からですね、EC 業界にも販路を拡大されまして Amazon での出品を開始されております。そこから2019年にはですね、Amazon ジャパン最優秀ベストパートナー賞を受賞されまして、その翌年にはですね、ベストプラクティス賞セール部門を受賞されるなど、現在 Amazon での目覚ましい成長を遂げているブランドさんなんでございます。すごい、賞を2つ取ってるし、しかも2年連続ってすごいですね。連続で。甘い。甘いよ。甘いって何がや。そんなスムーズに成功してるわけないでしょ。いや、それ分かってますけど、この成功の裏にはですね、たくさんの試行錯誤が、懐かしい。はい、懐かしいですね。あります。たくさんの試行錯誤があるわけです。おもてなしだ。そうですね、伊藤先生。はい。たくさん。ええわ、やらんで。やらんでええわ。ね、たくさんのありますよね。はい。やらへんねや。
梨本さん意思があるやん。うんって言ってくれはるだけでありがたいです。意外と意思があります。やる選んでお笑いは選んでやります。はい、そうということでですね、今回はですね和平フレーズさんがそれらの失敗をもとにどのように現在のように成長したかを第3章に分けて聞いていただこうかなと思っております。はい。ライジングスターズゼミ。さあまず第1章でございます。はい、第1章はこちら。焦るな危険、手探り広告戦略の落とし穴です。はあ、気になりますね。手探り広告戦略っていうのは、はい、これはどういうことなんですか？まだ質問を受け付けてないです。ここだけリアルちゃう？ここはちょっと目見ながら言ってました。せめて今怖い今ちょっと台本があってすごいわ、怖っ。探したんですけど、そのセリフがなくてじゃあほんまやん。心の底から言ってるやん。いやすみません、怖っ。まず本題を説明する前にですね、和平フレーズさんがAmazon で出品し始めた当初どういう状態だったのか、それがこちらになっております。じゃん。知識なし、認知なし、予算なし。なしですね。なしなんです。だいぶやばい状態なんです。とんでもない状態だ。伊藤さん、どういうことだったんでしょうか？はい、当時は本当に最悪、スタートは本当に最悪でした。でチームのみんなも広告の知識が本当になくて、商品も Amazon に出品しているだけ、そんな状態です。でそれにキッチン用品って競争が激しいジャンルで、和平フレーズみたいな地方のブランドは認知度が低くて伸び悩んでいました。でそれによって会社が広告運用に積極的じゃなくて広告予算もあまりおりませんでした。そうなんですよ。いろいろ厳しくなってきたんです。大事やもんな、これは。しかしですね、そんな八方塞がりの中でもですね、和平フレーズさんには一筋の光がありました。SNS などの外部メディアでいくつかの商品がバズります。よかったよかった。これはね、やっぱ SNS は今はね、もう絶対活用せなあかんし、ここでバズるのが結構近道だったりしますもんね。そうなんです。一気に有名になったりしますから、もう SNS は大事だと思う。大事。当時はこうやってSNS でバズった商品だったり、これは売れるだろう、思うやつ、思う商品にだけ広告をかけていた。なるほど。それは考えてあったってことですね。すいません、先生いいですか？昴生さん、ミキの昴生さん。病院やん。すいません、いいですか？質問なんです。これは売れるっていうのは商品どうやって決めてたんですか？山缶です。山缶？缶でやってました。そんなんだってみんな考えてやってるんじゃないですか？いろいろ。違うんですよ、これがね、梨本さん。なんとなくやってました。すごいですね、なんとなく。当時広告運用の成功事例もなかったんで、どの商品にどのくらいの予算を投じたら結果に結びつくかっていうのが全く見えなかったんですね。なので SNS でバズって一時的にスターになった商品だったり、Amazon 以外で人気の商品だったり、我々が売りたい商品だったり、本当に手探りで広告をかけるかけないを決めて予算配分をしていました。うわ、そうなんや。今までの経験もないからそんなに、だからどこにどんだけかけていいか分からへんし、とりあえずこの目に見えるスター商品、人気の商品、そして売りたい商品にだけ予算を。でもいずれなんかそうですよね、とんでもないことになりそうな気がしますけども、そんな手探りで広告をかけていたことがですね、なんと原因になってしまい、こんな失敗に陥ります。これ。いや、欠品の嵐からのランキングが下落、そして代わりになるスター商品不足に直面という。うわよかったのにね、やっぱこういうことなんねや。やっぱりね。どういうこと？これは最初は順調だったんです、で広告をかけた人気商品が、すごく売れたんですね。ランキングも上位に上がっていくんですけども、いいことやいいことや。その売れてる商品にだけ厚めに広告をかけてとかで、それによって予想以上にパコーンと売れてしまう。で予定よりも大幅に売れるわけで、そうすると欠品に。なるほど。ニーズに応えられなくなるお客さんの。欠品になるとサイト上のカートもなくなっちゃって、あらら。でそうなると今まで積み上げてきたランキングも落ちてしまう。うわ、そうだったらだってなんか会社の信用とか信頼にもかかってきますもんね。ちょっとこれいや欲しいのに商品ないやないかいはちょっと厳しい。でも欠品したら他の商品売ったりしたらいいんじゃないですか？うちの取扱商品は3000点ほどあるんです。3000点もある。売れ筋商品にのみ広告を集中させていたので、
他の広告をかけてない多くの商品は日の目を見ない状態に埋もれてしまったんですね。お客さんの目に触れる機会がなかなか得られてない状態だったんです。そこまで他の商品にたどり着かれへんや。だからもうスーパースターの後に続く、次の主戦力選手、これ育てられへんかったというか、発主力選手がね。もうスーパースターばっかりに行き過ぎて選手育ってないやん。あるわスポーツでね。ようあるやん。あるあるでしょ。悲しい状況、それを引き起こしてしまったんです。これ大変ですね。でもこれチームでもその時ってどんな感じだったんですか。さっきみたいにパーンってへこむこやっぱとへこむではなかったんです。あれへこまなかった。そうでもなかったです。そうでもなくて、もう会社からも大きい期待をかけられていたので、本当にもう前を向くしかなかった。うわ、そうか、もう行くしかなかった。いいですよね。前を向くっていうね。前向き。失敗されることあると思いますけど、落ち込んだりする時っていつもどう対処してはるんですか。僕はね、もうご飯いっぱい食べる。アホみたいな。じゃあ大人？ご飯いっぱい食べる、それです。あ、それ白飯いっぱい食べますよ。はい。500ぐらい食べるじゃないですか。 500？ はい。 500？ 500ぐらい食べます。500グラムですか。500粒で。少ない分からんて。少ないやろ。なんで粒で言うねん。ライジングスターズゼミと、ですね、自分たちが売りたい商品、スター商品のみ広告をかけてしまったばっかりにですね、起きたこの失敗なんでございますが、そこから学べる教訓があると思います。それがですね、こちらになります。はい。広告はお客様のためのもの、お客様が求めるものに出会ってもらうために全ての商品に愛情を持った広告運用、ということでございますが、やっぱり自分たちが売りたいもののみに広告をかけるのではなくて、お客様のニーズに合わせた広告の仕組みが大事だと気づきましたね。お客様のことをね、第一に考えようと。そう。で、こんなことも言ってますが、まだ和平フレイズさんは崖っぷち状態でございます。和平フレイズさん大変やね、ほんまに最初から。すでに崖やね。言いますから、こっからどうしていったのかという。そうや、ほんまや。どうすんねんって、こっからどう立て直していくんですか。そうなんです。ということですね、ここからが第2章になります。お客様のための広告を挽回を目指す戦略作り。戦略作り。何ですか、それは。これはですね、お客様のニーズに合わせた広告の仕組みを作るためにですね、和平フレンズさんはまず一体何をされたんでしょうか。これ伊藤さん。まずは売れてる商品にだけなんとなくでかけてた広告をやめました。とりあえず一旦考えます。そうです。そうですね。で、ちゃんと戦略的に商品に広告をかけて、次のヒーローを育成すべく土台作りとポテンシャル探しを始めることにしました。確かに土台作りね。土台作りっていうのは大事ね。お笑いでもやっぱりしっかり僕みたいに土台がグッとなってるとポテンシャル引き出せる。その引き出すための土台がないと絶対できないからね、お笑い。グラグラですよ、あなた土台。ほらこんな土台ないわ、こんなリアクションの人ら。ライジングスターズゼミでは具体的にですね、どういう施策をしたのかこちらにございます。で、横と縦の両軸策でございます。まず一つ目の横の軸として、全ての商品に広告をかけることにしました。全て、人気商品だけじゃなく全てに。人気商品にはちょっと厚めに、でこれからの商品にはちょっと控えめに、そんな感じで強弱をつけながら、やっていきました。バランスをとってね。お客様が探している商品が売り切れだったとしても、似たような機能を備えた商品にたどり着ける、そんな設定をして全体の売上の機会損失を防ぐ仕組みを作りました。なるほど。それが横の軸でなって、じゃあ縦は。続いて縦の策では、まず商品をカテゴリーごとにグループ分けして、さらに人気商品と育成商品に分けました。グループ内でスター商品が売り切れた時、代替の商品露出を強化する広告の仕組みにしました。でそれ例えばなんですけど、お客様がフライパンを探しに来て、目当ての商品が売り切れていた。で残念、他を探そう、和平フレーズじゃない商品探そう、
と離れてしまうことなく、次の候補の類似商品がスムーズにご提案できるようになったということです。勉強になりますね。それを縦と横でやって、いろんな取り組み方があるんですね。あるんです。このようにですね、和平フレーズさんがですね、前回の反省を生かして、常にお客様のニーズに寄り添った商品提案ができる体制が整ったと、ようやくここで整ったというわけなんですけども、どうでしょうか伊藤さん、この結果っていうのは何か変わりましたでしょうか。その結果、ありがたいことに2年連続で、売上が約 10% 成長。すごい、素晴らしい。10% も本当にありがたく大変うまくいってるので、今でもその仕組みは、続けるようにしています。継続してやられてる。じゃあもう満足ですね。もうそれが実はまだなんです。あら、まだ満足じゃない。和平フレーズはそんなものでは満足しない企業。そうなってる。和平フレーズ、そらもうないよ、何も。和平フレーズだけは最後何もないよ。手添えるだけよ。そら残しといてあげえや。ライジングスターズゼミ。さあ、ということでですね、第3章ございます。第3章はこちらです。志は高く、和平フレーズブランド作りへの旅でございます。ブランド作り、どういうこと？それは現在和平フレーズさんの商品はたくさんの方に評価されておりますので、一方でですね、他のブランドでも同じような商品があるからと思われているのも、これは事実なんでございますね。家庭用品って結構多いもんね。そうなんですね。しかしですね、伊藤さん、梨本さんたちね、この和平フレーズさんはですね、目指す姿はそこではないんです。それがですね、こちらになっております。僕らが目指すところは、和平フレーズだから買いたいと思っていただけるブランドになるというところですね。でそのためにも他のブランドでも代替えが可能という状況を打破し、お客様に選ばれる理由、和平フレーズならではの価値をしっかりと確立して、強いブランド作りが必要だと思ってます。そうなんですね。だからもうこれはどこの企業も業界も一緒ですね。そうなんですけども、でもそんなね、強いブランド作りを始めるにあたってですよ、和平フレーズを選んでもらうために、まず何をしたかと。では実際に何をしたのか、ブランド作りのためにまず和平フレーズさんがしたこととはこちらでございます。Amazon 限定で日本語ロゴを作成しました。ロゴを変えたということ？ロゴを変えました。ブランド作りの一歩として、まずはブランドの名前をしっかり覚えていただこうと思いました。弊社のロゴがアルファベットでフレーズになってるんですけど、このロゴを Amazon 限定で日本語で和平フレーズというロゴに変更しました。やっぱなんか日本語でやったら、日本の企業なんやっていう日本人にちょっと安心感与えるね。ちょっと確かにね、メイドインジャパンというね。変えることに僕らもすごく勇気が必要でした。で変えたその結果なんですけども、和平フレーズでの検索ボリュームが前年度比で約 170% までアップしました。170%。これ僕ちょっとわからないんですけど、この検索ボリュームが増えると何かいいことはあるんですか？例えば、フライパンが欲しい人の場合、フライパンという文字だけで検索する人と比べて、和平フレーズフライパンで検索する人の方が和平フレーズの商品の購入につながりやすいと僕らは考えています。つまりブランド名で検索する人が増えることで売上増加につながるというわけです。それだけじゃなくて、ブランドを知ってもらえるということはお客様にとってもメリットがあるんじゃないかなと考えています。お客様にとってのいい商品とは2つの要素があると思っていて、1つ目がお客様がパッと思い出すことができる商品であること、2つ目がお客様が欲しいと思った時にすぐ買える場所があるということだと私たちは思っています。なるほど。やっぱお客様ファーストで考えたとしてもね、このブランド作り大事になってくるということですよね。Amazon の中でお客様のために広告を運用してブランド作りをしていくことで、それらに近づくことができるのではないかと考えています。考えましたね。ロゴ変えるだけでこんなにもいろんな方向にいいことが。これは知らんかったですね。
そのようにしてですねブランド作りも大きく成長してきた和平フレイズさんなんですが、そんな和平フレイズさんの大きな成功が実ったのは、伊藤さんね梨本さんの含めたこのチーム全員、こういったマインドがあったからだと思います。常に上を向く向上心、そして未知へ立ち向かうチャレンジ精神、やっぱりねこれはねどんな時でも下を向かず、現状に満足しない、そういう高みを目指していくね、そうなおかつどの道にも立ち向かう挑戦しようとするそういうマインド勇気こそ僕はこの和平フレイズさんここまで大きな成長を遂げたのではないか、そういうふうに確信してる。熱いな。僕はね泣くんちゃうか。そうやってる。やっぱ感動し。うわそんなに思いが。うわ泣いてる。泣いてんの。いや明快明快やっぱり梨本さんライジングスターズゼミ。あれ早いもんで。早いな。はい、そういうお時間になってしまいました。ということでですね本日の授業はこれでおしまいになります。ありがとうございました。ありがとうございました。ここからちょっと僕と伊藤さんは一緒にちょっと梨本さんも一緒に3人で帰らせていただきます。どこ行けはるんですか。梨本さんの家でケバブがケバブ焼いてくださって、ケバブ焼くあれでお肉大変じゃないですか。あれの機械があるということで、いや俺も行きたいわ。すいませんごめんなさい。人がやっぱりそんな結構もうケバブの装置でもう家がギチギチ相当でかい。ということでありがとうございました。お世話になりました。行かしてよ。すいませんケバブ。ありがとうございました。すごい大会系。伊藤さんすごい大会。部活やった。ケバブ食べはんの。ケバブを食べます。今からいいな。ケバブ食べます。食べさせてよケバブ。すいません。最終俺の方も向いてなかった。黒板に挨拶してたけどどういうこと。ケバブええな。俺も食べたいなケバブ。もう何やねんこのゼミめちゃくちゃやん。俺一人やしもう学びの先に道は開ける。